紀元前3世紀、中国大陸は一日たりとも静けさの時が訪れなかった。州の封建制度が崩壊すると、7つの大国へ修練されており、弱肉強食の掟が支配した。立ち上がれる男たちは、皆戦場へと引きずり出された。この地では、終わりの見えない戦争が続き、季節が変わっても、畑で働く男性がいなかった。その頃、中国の西側、秦国では新しい王が即位する。予測のつかない危うい時代だったが、王の年齢はわずか13歳、国の運命のところか、自らの命すらも守れない年齢であった。しかし、彼こそ将来、中国を統一し、皇帝として君臨する姓である。姓が13歳で即位した当時、政権は上昇呂不韋が代わりに管理し、宮中は太后、長期が掌握していた。太后長期と呂不韋、この2人は恋人関係を持っていた。姓が生まれる前、彼の父始祖が人質として趙国にいた頃、商人であった呂不韋がたまたま趙の首都邯鄲に行き、始祖を見かけることになるが、呂不韋は帰化置くべしと言い、自分の利益のため、始祖を次の秦王にすることを企んで近づいてくる。私があなたの門戸を盛大にしてあげたいと思います。まず君の門戸を盛大にした上で、私の門戸も盛大にしてもらおう。あなたは分かってはいないのです。私の門戸は、あなたの門戸が盛大になるにつれ、盛大になっていくのです。こうして呂不韋は、始祖が秦王になるための後ろ盾となった。ある日、始祖が呂不韋にこう言った。呂不韋、この邯鄲には、邯鄲の宝石と称されるほどの美しい舞妓がいると聞いたが、その女をわしの前に連れてこい。長期のことですか。でも、彼女は。何か困ったことでも。いえ、直ちに始祖様の前に連れてきます。姓の母、長期は趙国の豪族の娘で、当時すでに商人であった呂不韋の愛称となっていた。呂不韋は始祖に苛立っていたが、ここで拒否してしまうと、始祖を秦王にする計画が崩れてしまうと判断し、自身の立身のため、彼女を姓の父、始祖に献上したのだ。紀元前258年、秦は趙の邯鄲に出兵することとなるが、この時、趙は人質としていた始祖を殺そうとした。しかし、呂不韋と始祖は監視役の役人に大金を渡して、無事に秦に逃げ帰ることができたのだ。趙はさらに、始祖の妻である長期とまだ幼い姓の命も狙ったが、長期の実家が豪華であったため、そこに隠れて2人は生き延びることができた。始祖は秦に帰還し、宋襄王として即位する。彼の妻である長期は皇后となり、呂不韋は宋襄王を助けた功績により秦の上昇になった。しかし、宋襄王が即位してわずか3年で亡くなると、13歳の姓が秦王となった。だが、太后長期と上昇の呂不韋は宮廷で再び恋人関係を持ってしまった。呂不韋は秦王、姓が成長するにつれて、自分と太后長期との関係に気づくのではないかといつも心配していた。太后との秘密が暴露されることを恐れた呂不韋は、自身の代わりに太后の欲望を満たしてくれるもう一人の男性を見つけることにした。老愛、お前は今日から宦官になるのだ。直ちに髭と眉毛を剃れ。待って、呂不韋様一体どういうことですか。ある日、呂不韋が太后のところに訪れ、太后様、新しい宦官を紹介します。太后様がきっと気に入ると思います。本日から太后様のお世話を担当する、老愛と申します。ほう、老愛か、呂不韋。この私のために偽宦官まで連れてくるとは。呂不韋の策略は成功したように見えたが、しかし宦官として変装させて連れてきた。この老愛が太后の心を掴んだのである。それは欲望と陰謀が渦巻く権力世界の中で、いつ燃え上がるかわからない危険な火種だった。続きは次回お話しします。